この永住者の中で永住ビザを取り消された人数を見てみると、2022年が2023年はなんと2024年はでした。こんにちは、りえこです。今日は永住権の取り消し制度が厳しくなることについてお話ししていきます。政府は2027年の4月から新しい制度をスタートさせる予定で、今以上に永住権を取り消される人が増えることになりそうです。早速ですが、今回の動画ではこちらの5つのテーマに沿ってお話ししていければと思います。まず、現在永住権を持っている人たちがどれぐらい日本にいて、毎年何人ぐらい取り消されているのかを入管庁のデータで確認していきます。さらに、現在の入管法ではどんな理由で永住権が取り消されているのかを見ていき、2027年から新たに加わる取り消し理由と永住権を取り消された時の影響を確認していきます。そして今、永住権の取り消しと聞いてドキッとされた永住者の方に向けて永住権を守るための対策と、今回の入管法改正を見据えてこれから永住権の取得を目指している皆さんに取り消されないための永住許可申請についてお話ししていきますので、チャンネル登録とグッドボタンをオンにしてぜひ最後までご視聴ください。まず、日本の永住権がどういうものなのかを一言で言うと、数ある日本の在留資格の中でも、更新の審査がない、どんな仕事でもできる、社会的な信用度が高いというビザで、外国人の皆さんにとっては最大級に優遇されているビザになるかと思います。それでは早速、直近3年で日本にどれぐらいの永住者の方々がいるのかを見ていきます。2022年の年末時点で在留外国人の 28% にあたる86万3936人、2023年が在留外国人の 26% にあたる89万1569人、2024年が在留外国人の 24% にあたる91万8116人となっており、現在永住者は日本にある29種類の在留資格の中で最も多い人数を占めています。では、この永住者の中で永住ビザを取り消された人数を見てみると、2022年が2人、2023年はなんと0人、2024年は4人でした。皆さんはこの数字を見てどう思いましたか？ぜひコメントしていただければと思います。そしてこの永住権については現在3つの主な取り消し理由があるので見ていきます。取り消し理由の1つ目は、不正な手段によって永住権を取得した場合です。もし永住権を取るために嘘の書類を出していたり、偽装結婚をしたり、過去の経歴を隠していたことが後から分かれば、たとえ何年経っていたとしても永住権は取り消されます。そして取り消し理由の2つ目ですが、重大な犯罪を犯して1年を超える実刑判決を受けた場合や、反社会的な行為があった場合などです。さらに取り消し理由の3つ目ですが、引っ越ししたのに90日以上住所を届け出なかったり、虚偽の住所を届け出た場合となっており、大きくこの3つが現在取り消しの対象になっています。それでは今回改正される永住権の取り消し制度についてポイントを2つ見ていきます。まず改正ポイントの1つ目ですが、税金や社会保険料の未納に関して新たに取り消しの対象となります。現行法では一度永住権を取ってしまえば、更新の審査がないので取得後は税金や年金や保険料を払わなくても、それが理由で永住権を取り消されるということはありませんでした。ですが、2027年の4月からは、故意に税金や年金や健康保険料などを支払わないことというのが永住権の取り消し理由として追加されることとなります。少し言い換えると、税金や社会保険料などを支払う義務をあることを理解しており、病気や災害や失業などで生活に困っているわけでもないのに自分の意思であえて支払わないといった悪質な場合は2027年4月以降は取り消しの対象になっていきます。さらに改正法には経過措置がないようなので、施行前の不払い、つまり2027年3月以前の不払いも取り消しの対象になり得ます。そして改正ポイントの2つ目ですが、
そこまで悪質ではないけども、税金や社会保険料を支払わない方については、永住ビザの取り消しではなく、法務大臣の職権で定住者ビザなどへ変更されるようです。この仕組みは、永住権という最強の在留資格は没収するけども、日本での生活そのものは奪わないよという段階的なペナルティになります。この場合は、個々の外国人のその時々の在留状況や今後の在留意思などを含めて総合的に判断されて、適切な在留資格に変更していくことを想定しているようです。それでは万が一、取り消し対象になった時の影響についてお話ししていきます。在留資格が定住者ビザなどへ切り替わった場合は、永住権を失っても日本には残れますが、ビザの更新手続きが数年ごとに発生します。さらに更新のたびに入管庁へ行き、納税状況や在留状況の審査を受けることとなります。そして扶養している家族がいる場合は連動してビザの変更を余儀なくされる可能性があります。また、定住者ビザの場合は、働く内容に制限はありませんが、海外から家族を呼び寄せる際の条件などが永住権を持っていた時よりも厳しくなります。さらに、一度取り消されてしまうと、再び永住権を取得するまでには、過去数年間の完璧な納税、社会保険料の納付、素行実績を改めて立証する必要がありますので、取り戻すまでに長い年月を要することとなります。現在、永住権を持つ皆さんにとって何よりも大事になるのが、税金や社会保険料の納付です。住民税、所得税、自動車税、相続税などの国税、地方税と年金、健康保険料などの公的負担金全般において支払いの遅れや未納がないか必ず確認してください。確認する場所はお住まいの市役所、区役所、そして年金事務所やインターネットだと年金ネットにアクセスすれば確認できます。もし払っていない期間があったかもという方は絶対に放置はしないでください。すぐに窓口に相談して納付の猶予や分納、つまり分割で支払う計画を立てて今日からでも支払いを始めてください。支払う意思を示すことが重要になります。最後に永住権の取得を目指している皆さんへお話ししていきます。新しい取り消し制度が始まることを踏まえて、これからの永住許可申請で重要になることを3つお伝えしていきます。まず1つ目ですが、税金や社会保険料は未納ゼロが当たり前になります。永住権を取った後もこれからは未納や滞納は取り消しのリスクになりますので、申請の段階から完璧にしておく必要があります。過去に滞納がある場合は、完全に支払いを終えてクリーンな実績を最低でも3年は積んでから申請されると安心です。続いて永住許可申請で重要なことの2つ目が、永住権を取った後も法令違反で取り消される可能性があるということを忘れないでください。つまり申請の段階から交通違反などしないクリーンな生活習慣がこれまで以上に重要になってきます。そして永住許可申請で重要なことの3つ目ですが、申請書類に嘘や間違いや齟齬があってはいけません。後から嘘がバレると取り消しされるリスクが格段に上がります。そして収入や社会保険料、家族関係などの証明書など、かなりの量の書類を収集することになりますので、準備自体がとても大変ではありますが、永住許可申請用に準備した書類と、日本に入国してから今までのビザ申請の履歴と、これから作成する申請書類に齟齬や矛盾があると、不許可になるリスクが高まります。これから永住許可申請をする皆さんは、入国してから10年近く経っているかと思いますので、入国した日まで遡って確認してください。それで自分は10年前のことは忘れちゃったとか、なんとなく記憶はあるんだけども書類が残っていないから確認できないといった方は、動画の説明欄から LINE に登録していただくと、登録者限定でビザの無料相談を行っていますので、ぜひご活用ください。はい、今日お話しした内容を振り返ります。直近3年間で日本に在留している永住者の人数の推移と永住ビザの取り消し件数を見てみました。
2022年の取り消し件数は2件、2023年は0件、2024年は4件でした。現状では永住ビザが取り消されるのは不正な手段によって永住権を取得した場合や1年を超える実刑判決を受けた場合などに限られていて、取り消しイコール日本から出国という非常にハードルが高い選択肢しかありませんでしたが、今回の改正では税金や社会保険料の未納状況が悪質な場合も取り消しの対象となり、さらに出国するには重すぎるけども永住権を持たせておくのは不適切だよねといった中間的なケースにも対応できるようになる見込みです。定住者ビザなどに法務大臣が職権で変更することによって日本での生活そのものは奪わないけども、永住権という最強の在留資格を没収するよという段階的にペナルティを与えるような仕組みができる予定です。さらに永住権が取り消されて定住者ビザに変更されたときは更新申請が必要となり、税金や社会保険料の納付状況を審査されることになりますので、今永住権をお持ちの方は納付を徹底していただき、これから永住許可申請をする方は新しい取り消し制度を踏まえて書類の正確性の大切さなどをお伝えしていきました。そして今日は永住権の新しい取り消し制度についてざっくりお話ししましたが、入管庁からガイドラインが発表される予定で、こちらから詳細が分かってきますので、注目していきたいと思います。永住ビザ以外でも外国人の方のビザや帰化申請に関する新しい動きや外国人に関する様々な統計やデータなどもチェックしていきたいと思いますので、引き続き情報をキャッチアップしていきたいという方はチャンネル登録をお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。